お待たせいたしました。新日本プロレスのオンライン記者会見始めさせていただきます。司会進行清野茂樹でございます。昨日日本武道館で今年の G1 クライマックス最終戦を迎えることができました。1ヶ月にわたります長いシリーズが終わった形となります。今日はまた新たな発表ごとございます。新日本プロレス株式会社菅林直樹会長より発表をさせていただきます。よろしくお願いします。報道関係の皆様、ファンの皆様、ご視聴いただきありがとうございます。9月18日から約1ヶ月に及び開催いたしました G1 クライマックスもご来場の皆様に感染防止対策にご協力いただきましたおかげで混乱なく無事に終えることができました。ありがとうございました。早速ですが、私より2点ご報告がございます。まず1点目となります。昨日の G1 クライマックス優勝決定戦にて負傷した井伏浩太選手ですが、右肩の脱臼が見られたため、リングドクターおよびトレーナーによる整復処置を行いました。怪我の度合いや復帰見込み等につきましては、精密検査を経て追って発表させていただきます。次に2点目となります。新日本プロレスとしましては、これまで1年以上コロナ禍における感染対策として1大会あたりの試合数を絞って大会を開催してまいりました。現在の感染状況、規制の緩和状況、そして選手、スタッフのワクチン接種状況も踏まえまして、明後日から開幕するシリーズより、今まで通りの感染対策を遵守しながら、試合数の増加を予定しております。ファンの皆様におかれましては、1大会でより多くの選手の戦いをお楽しみいただけることとなります。これまでファンの皆様にはご理解をいただきましてありがとうございました。長らくお待たせいたしましたが、今後はさまざまな面において今までの新日本プロレスの風景を取り戻していく所存でございます。後日発表の対戦カードをご期待ください。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。菅林会長より今日2つの発表がございました。それでは続きまして昨日最終戦におきまして、見事7年ぶり3度目の G1 クライマックス優勝を達成いたしました岡田和親選手に登場いただきたいと思います。それでは岡田選手、よろしくお願いします。はい、それでは岡田選手、昨日3度目の G1 クライマックス優勝を決められました。リング上、それからバックステージでもコメントございましたけれども、改めて一夜明けてみて現在の心境とお願いいたします。はい、G1 クライマックス31、優勝することができました。本当に1ヶ月熱い熱い声援、本当にありがとうございました。一夜明けてですね、本当に1ヶ月振り返ると、なんかすごい充実した1ヶ月ではありましたし、対戦相手の井伏さんは、決勝でああいう形になりましたけども、で僕がポジティブにいないと、井伏さんこそ悔しいと思いますんで、僕はすごいポジティブに、ある意味 G1 クライマックスの、歴史というか伝説を残せたんじゃないかなと思いますんで、なんで僕はもうね、今優勝もしたから言えるからかもしれないですけど、いい G1 クライマックスになったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。昨日岡田選手の発言の中で4代目の IWGP のチャンピオンベルトについてのお話が出ましたが、これについての見解改めて聞かせていただいてよろしいでしょうか。そうですね、G1 を優勝したことですし、また井伏浩太と戦いたいと、そういうつながりじゃないですけど、そういうものを持っていたいなと思いまして、でチャンピオンではないですし、 G1 チャンピオンではありますけども、そのものとしては何も持ってないので、そういう意味では井伏浩太が封印した4代目 IWGP のベルトをですね、別に僕が今からまた第何代 IWGP ヘビー級チャンピオンと名乗るつもりはなくてですね、ただそれを持って
井伏浩太を待ちたいということなので、いつもだったらまあね、権利書を持って戦っていく中で、それを会社が OK なんであれば、それを4代目の IWGP のヘビーのベルトを権利書というふうにしてもらいたいなと、改めてここでお願いしたいなと思いますし、会長もいるんで、会長にも OK かどうかを今確認してもらえたらなと思うんですけれども。菅林会長、それでは今の岡田選手の発言を受けて会長のご判断をいただきたいと思います。会長、今の岡田選手から。そうですね、僕いつもであればブリーフケースに権利書を入れてるんですけれども、僕はやっぱり昨日ああいう形になって井伏浩太とまた戦いたいという気持ちもありますし、それを封印した4代目を封印した井伏浩太だからこそ、その証として権利書ではなくベルトを持たせてもらえたらなと思うんですけれども。権利書の代わりに。権利書の代わりにです。はい。思いはお聞きしたんで、ちょっと検討させてください。わかりました。はい、わかりました。お願いします。それが、権利書になるんであれば、昨日も優勝した後にタマトンが来ましたし、そこで、それをかけて戦うっていうのも僕はいいんじゃないかなと思いますし、僕は僕で G1 チャンピオンとして IWGP 世界ヘビー級チャンピオンとは違う新日本プロレスの盛り上げ方をしていきたいなと思います。岡田選手のご意向を伺いました。今のお話ですと、例年の IWGP の挑戦権利書の代わりに IWGP の4代目のチャンピオンベルトを持って、現在の世界ヘビー級チャンピオンと同等のリスクを背負って戦うという考えでよろしいでしょうか。そうですね、はい。やはり井伏浩太と戦うまではそれをずっと、それがいつになるかわからないですけども、それをずっと持っていたいなと思ってますね。また、検討するという会社の先ほど回答がございましたので、どんな判断が出るか、皆様、しっかり待っていてください。どうぞその回答を楽しみに待っていてくださいということで、今日は会見を締めさせていただきたいと思います。岡田選手、他に何か言い残したことございますか。特にありません。本当に1ヶ月ありがとうございました。また引き続き新日本プロレスよろしくお願いします。はい、ということで記者会見以上となります。皆様ご視聴誠にありがとうございました。